はい、今回はアルピーノ A110、今私の前を走っているアルピーヌブルーの A110 の助手席に座らせていただくことができましたので、A110 の魅力と楽しさについてご紹介したいと思います。この A110 さんなんですが、実は以前から筑波山では友人で、いつもいろいろとお話をさせていただいている方です。ただ乗せていただいたのは今回が初めてでした。この A110 のエクステリアは、初代 A110 を現代によみがえらせたようなデザインのスポーツカーで、フランス車らしく非常にエレガントですっきりしたデザインです。アルファロメオのようなグラマラスな色気とは違って、スマートで美しく、気品さえ感じるデザインです。ただし車のパッケージングはアルファロメオ4Cと非常によく似ています。2シーターの MR、セミオートマチックトランスミッション、排気量が 1800cc のダウンサイジングターボということで、またウイングなどのエアロパーツに頼らず、アンダーフロアの整流に力を入れており、4C と同様にフルフラット化によって、ダウンフォースを発生させている、そういった車作りがなされています。サスペンションは後ほど動画内でもコメントしますが、非常にしなやかで快適です。気持ちよくリラックスして、ドライブができると思います。この辺は攻撃的な 4C とは全く違う方向性で、むしろ、前回動画の NSX のフィーリングに似ていました。4C と比較されることの多い A110 ですが、本当のというか本来のライバルというか、目指したのはもしかしたら初代 NSX だったのではないかなとさえ思わせられました。ボディもオールアルミモノコックボディの NSX と同様、この A110 もほぼアルミでできていて 96% がアルミでできているという、そういったスポーツカーです。インテリアの良さも A110 の魅力で、本当に非常によくできたスポーツカーという感じでした。前半は同乗走行、オーナーさんのドライビングによる同乗走行で A110 の走りの魅力、後半は車を降りて、オーナーさんから A110 の問題点とその問題点に対するオーナーさんならではの対策について、お話を伺いましたので、それをお伝えしたいと思います。それでは百聞は一見にしかずということで、助手席からご覧ください。アルファってアイドリングオフあんだっけ？講師。ないです。鍵ひねるだけです。こっちはもうそれがアイドリングストップがデフォルトだから押さないと。アイドリングストップあるんですね。もう今時の車ですね。いやでもやっぱりすごい嫌。まずだからオフにする。来ちゃいますよね、みんな。すごいハンドルとかかっこいいですよね。なんか豪華。映画メーター TFT は、これは気に入ってる。今これデフォルトだけど、ドライブモードから違う。これでスポーツモードでさらに長押しするとトラックモード。ただトラックモードは俺個人的にはなんだこのデザインって感じ。バーになるんです。分かりづらい。あと普通に使ってて困るには時間とかタンクガソリンの残量の表示する場所が変わっちゃうからそっかあれどこだ時間何時だと今ガソリンどんなもんだとかって気にするといきなりあれどこって一瞬一目見て分かんないっていうのがそこは変えないでほしい。全く表示変わっちゃうんですね。4C は基本色が変わるだけなんであんまり変わんないです。そっちの方が瞬間サイドがボタンなでもよくはない。いわゆるサイドブレーキのギャの方がなんぼかいい。だからエンジンかけてから動き出すまでにやることが多い儀式が。オーディオがそうだしオーディオも最初に入っちゃうんです。オーディオがラジオがデフォルトだからスマホの方のプレイヤーに変わんないしなるほど。すごい、もうすぐ分かる。それは早い。比べたらその動きがすんごいしなやか。しなやか。柔らかいっちゃ柔らかいのかもしれないけど、すんごいしなやか。いや、柔らかいっていうか、なんていうんですか、コシがある。雑誌とかに書いてあるけど、中心道じゃなくて人間のちょうどドライバーの腰のあたりにロールセンターだかなんだか持ってきたとかっていうのってこの感じなのかな。
なるほどっていうのはちょっと感じますね。アルファも全然いやでも低い。いや意外と高いですね。ちなみになんだ、エンジンの横方向の位置ってえエンジンとセミオートマってずらしてるっていうか、エンジンの真下じゃないでしょ、ミッション。え、横にずれてますね。これも同じ。エンジン自体は車から見て右寄りにあって、はい、で左側の下にセミオートマがある。なるほど。多分そこら辺は同じだと。でもこれはね楽しいですよ。これは4シートの違いは全然別の車。実はこの間 NSX 運転させてもらったんですよ、ここで。車入れ替えて、過激な過激じゃない、もうノーマルに戻した NSX だったんですけど、元は過激だった。元は過激でした。それに近い感じですね。しなやかにこうロール感じるんだけど乗りやすい、分かりやすいっていうか。で細かいダンピング全部吸収してる感じでいい足ですね、ノーマルにしては。ただ最初の頃に比べるとやっぱちょっと抜けてきたのか緩くなったのかっていうのは感じる。まあ4万5000キロぐらい。まあ走るところもこういうところ走ってりゃそれだけ走ってりゃ抜けちゃいますよね。違う、全然違う。なんか方針硬いですよ。あれってなんだ、標準じゃなくてスポーツの足？車高調に変えちゃってるんですけど、ただノーマルでもそんなに変わらないんで、初期型と後期型でまた全然セッティング違うんですよね。このシートも純正にしては全然いいですね。このシートは欲しかった。これいいな。だからもうあの時ピュアとなんかリゲーでいいな。あっちはもう眼中になかった。このシートが欲しかったから。これいいですね。このなんていうんですか、このキルティングっていうんですか、縫い目が。NSX ですね。今の段差欲しい。あそこ嫌なんですよ。全然気にならないですねこれ。最初のうちはあそこの橋だいぶ踏んでって、最後の段差があってから、ブレーキ踏んでも全然大丈夫だったもん。何も怖くないし、もうやんなくなった。いや全然これゆっくり走っても気持ちいいですね。これはドライブにもいいな。そう、ドライブにいい。長距離も楽そうですよね。だからそういう意味で日常に全然使えでる。このシフトダウンするとかなりスポーティーな音もする。ノーマルだとなんだ、今ならないけどアクセルオープンがやっぱパンパン言ってるのが、バブリングするんですか？バブリング、っていうほどでもないけど、だってドライブモードとスポーツモードの差が結構激しい。そんな違うんですね。ドライブモードは作った人間曰くドライブモードはなしにしたかったらしい。スポーツモードだけ、スポーツトラックだけが本当のこれだったらしい。ただなかなか昨今の事情そうはいかないからっていうので、やっぱ燃費とかスイング考慮していやいやつけたみたいらしい。いやだからレスポンスはエンジンもミッションも悪いし、ほんのちょっと踏んだだけだと全く反応しないところがドライブは。最初すげえ驚いたのはアイドリングがドライブスポーツに違うし。そんなに。だってアイドリングで今時1000回転ちょいがアイドリングエンジン珍しくアイドリングで1000超えちゃうんですか？そういう1000からドライブだと750からたまに800、で250があると1050か、1000から1050とか。そんなに違うんですね。欲しいなんかモード変えてもそんな変わんないですよ。制御があるないとか。パワー感露骨に変わんない？露骨には変わんないですね。これ変わる。若干スロットルが敏感になるのと、あとトラクションコントロールの効きが弱くなるとか。セミオートマは？セミオートマもなんか速さ変わるって言うんですけど、僕には分かんないですね。これ全然違う。だから街中でも合流とかはその瞬間だけスポーツにしたりする。全然
然速さが感覚的にだいぶ違うから。これ今ドライブモードなんですか？これスポーツモード。あ、スポーツモード。あ、だからですか、なんかちょっとバブリングみたいなの聞こえますね。ボボボボって。これ言ってるのが、ああ、これボボボボンって。でため息みたいなヒューンみたいなのちょっとため息聞こえるし吸気音ですか？これあれだと思う。ターボの圧抜き、ブローオフ。そうだと思う。ほんのちょっとだけどアクセル踏んで同時にするとなんかため息みたいなヒューンみたいな。最初全然分かんなかったけど、いや全然静かだし。4C はオーディオ聞くのどうなの？あ、一応聞こえるっちゃ聞こえますよ。聞かないけど。やっぱり性格全然違うな。じゃあ別物ですね。同じ MR で車重も似たようなもんだし、ね、同じような時期に出てきてスペックがほとんど同じ、比べられもしたし、いやこれ2台欲しいな4C とこれに両方欲しいですね。性格は違うけどさすがにねでもこっちがほらフロントもトランクあるし実用性は全然 4C よりあるし。でも今トランク取っ払っちゃってるけどつける気しない。燃料ポンプが多分トランクがあるから空気が全然抜けなくて、それで夏場熱こもっちゃって上がるんだと。で燃料ポンプが壊れてるのがおそらく。なるほど。てか多分間違いなくそれが原因。じゃあ取ってからはもう全然。まあ取ったのがもう11月だから夏経験してないから、温度を今度測ってみてどうなのかな。多分露骨に違うんじゃねえのかな。夏になってからどんなもんか調べてみる。そうしたら結局燃料ポンプともう一つがネックって言われてるけど、もう要は取っ払っちゃっただけでもう大丈夫なんじゃないかと思ってる。じゃあ思いたい。見るからにって感じなんですか？つけてる状態だと、上トランクで完全に埋まってるし、下もフルフラットでこれ抜けるとこないじゃんどこに行ってるのでいろいろ見てみたらフロントのタイヤ曲げるためのシャフトとかそういうところの隙間から横にちょっと抜けてるだけ。隙間からまあこれだから壊れんじゃねえの。板車みたいですねそういうのが講師はないんでしょ全然。そもそもフロントなんもないですからねラジエーターしかないんで。ラジエーターももろに見える状態。そう見えます。シュラウドがあって逆にその方が抜けるからいいっちゃいのが。そうですね。燃料タンクフロント。燃料タンクはどうなんだろう。給油口どこ？右後ろに。じゃあ後ろなのか。でも本当はそっちの方が熱的にねエンジンのとこすぐ近くにあるきついはずなんだけど。ありがとうございます。快適。いいですか美味しそう。いっぱい持ってきたから。いただきます。これあれですか、下の違うか。うち県北の方で地元がおまんじゅう屋さんで、中川の赤橋って御前山の有名なとこで、そこでずっと頑張ってるおじいちゃんがいて、おまんじゅう屋さんです。そうなんですね。たまに買い行って。じゃあ今度行って挨拶してきます。大丈夫ですよ。山でもらいましたってたまたまほら、でも食べてみると結構俺、ずっと美味しくて味変わんなくて、あんこが結構甘すぎなくて。いただきます。すいません、ありがとうございました。初めて乗って感動しましたね。トランクが可愛い。そんなもんで絶対人入れないですね。今の紐なんですか？この中紐出てた。センサー、温度センサー。なるほどなるほど。その言ってた。2度目壊れてからセンサーやって。だからリアエンジンはどうせ熱くなるの分かった。本当は測りたかったのはフロントなんですよ。むき出し、普通はカバーありますよね。カバー取っ払ってるだけど。そもそもポシが開かないですから。フロントボルトで止まってるんですよ。じゃあボルト外して。もう本当はここにトランクですよね。前なんかトランク見たことある。こことで左右とトランク4つ。今取っ払ってるから完全に見えるけど、で燃料タンクラジエーターで多分2つファンがここにあって、でここ鉄板で一応仕切られてんだけどアルミだからそのうち
熱はいっちゃって上げんのかな。なるほど。で上はもう完全にこれ閉じてて、で下も見えるけどフルフラットで完全に閉じてるからどこに逃げるのって。確かにそうっすよ。これ下に逃がす形だけど逃げ道がないです。でどうもそうするとやっぱりタイヤのところの横に隙間からほんの少し隙間が見えたりするけど、そういうところしか逃げないのか。やべえ、これきついですよこれもしかして壊れてから2回壊れてから思ったけど、夏乗っちゃいけない4C はアンダーパネルのところにこうルーバーみたいのがあって、そこから熱は出るようになってるんですよ。一応下見るとここら辺かな、でも要はタイヤとかブレーキとかそこら辺にちょっと当てるような、風当てるような感じで穴はここら辺にあるのはあるんですよ。でも要はここの真下にはない。だから今要はここも取っ払ってここも取っ払ったから、こっからこう抜けるのがだいぶでかいんじゃないのかな。でまだ夏過ごしてないけど、夏温度を測ってみたら、ちょうどここラジエーターから入り口と出口のラジエーターのパイプがここに今2つあって、そこの間の温度を測るの。でも本当トランク取っちゃうと整備性いいですよね。もうバッテリーもやりやすそうだし、ヒューズボックスとブレーキとウォッシャー、アルピーノって書いてある。そんなとこに葉っぱ、ゴミが入った逃げ道もないですね困ったのが今あると思うけど、ラジエーターが斜めになってて、斜めになったここの角のところに葉っぱが、下から見ると葉っぱがなかなか手がもう届かないところにあってでもマジックハンド買いました。今積んであります。ちまちま取らないと。今のマジックハンド性能がいいからもうできるからつまむのができる。今つまむのが結構すごいからこういう感じなんですよ。面白いな。同じパッケージングでも全然パッケージングはやっぱアルピーノの方がいい感じだな。要は 4C はその分パッケージングの乗りやすさとか居住性とか荷物も乗るよりは走る方向に振ったパッケージングっていうことまあよく言えばそうですね。悪く言えば走ること以外何も考えてないですよね。ダンパーだし 4C なんかトランクつっかい棒ですから。いや同じですよ。フロントはダンパー持ってるけどリアはやっぱつっかい棒で、今これで閉まったじゃない、全部あると閉まんない。そうなんですか。空気がちょっとクッションになっちゃうのか、結構思いっきりやると曲がりそうだから。じゃあ気密性はいいんですね。これアルミでもボディは何？ほぼオールアルミです。そうなんでなんか若干メーカーはオールアルミって言わないのは、一部アルミじゃないところがあるからオールアルミっていうと語弊があるみたいだけど、ほぼオールアルミって言っちゃっていいみたい。ミラーのデザインもかっこいいっすよね。エアロミラーみたいでどうせこれ言っといて、これはないでしょう。これ鍵ですよね。このキーはないでしょう。もうちょっとデザインしてよ。せめて A かアルピーヌくらい書いてよとか。裏はどうなってんですか？なんもないこれなんかこれはもう多分全アルピーノオーナーが思ってると思う。このキーはないだろうと。うちの空気清浄機のリモコンみたいです。車の方は結構デザインされてるのにキーだけ何なの？外車のキーかっこいいじゃないですか。トランクとこれなんですか？ライトがつくんです。って知らなかったんですよ。使わない。だからどこに行っちゃったか分かんない時じゃない。夜でかい駐車場どこだとかっていうの違って足元照らす用だと思いますよ。真っ暗なところで車のライトで足元を照らす。最近の高級車とか鍵閉めた後もしばらくライトついてるじゃないですか。それが手動ってだけじゃないですか。でもやっぱ30秒くらいは。じゃあオートと手動でもできる。欲しい、そういうのないです。オンかオフしかないです。やっぱそこら辺まで気使ってるが、もう走るの良ければいいや。これはやっぱデートカーとしても使えますね。だって他のアルファはあるでしょ多分。あると思いますよ。4Cはもう割り切っちゃって。これは女の子が横に乗っても全然平気です。これは相当いいらしいですよね。いや、これは話は聞いた。これはいいと思いますよ。この手の車の中では女性受けするって。だってデザインもなんか綺麗だし、色もいいし、乗り心地もいいし、静かだし。乗り心地はね。僕の乗ってみます？じゃあ試し乗り比べ比較してみます。はい、というわけで今回はアルピーノ A110 について、お届けさせていただきました。
この A110 ですが、そのスタイリングも、ドライブフィルも、大人のスポーツカー、そういった感じで、乗り心地もソフトで、積載性もあり普段使いもできる、そういったスポーツカーとなっていました。また別の動画では、こちらの画面に出ています白い A110、こちらグレードが S となっていまして、ただでさえスポーティーな A110、こちらのさらにスポーツ性を高めたそういったグレードのモデルにも試乗することができましたので、それはまた別の動画でお伝えしたいと思います。それではありがとうございました。